定番メニューを作ろう、親子丼でございます。ちょっとだけある工夫を加えて卵をプルップルの状態で食べるっていうね、ちょっと薄めに仕上がることが多いんですよ。特に家庭で作るとやっぱそうなりやすいんで、今日の分量でやってもらって時間守ってもらえば割としっかりした親子丼食べれると思うんですね。卵のねプルプルしてるところがいいかな。うまい。皆さんこんにちは。今週のごちそうさまチャンネルはですね、定番メニューを作ろう、親子丼でございます。親子丼ね、作った人も多いと思うんですけど、僕はちょっとだけある工夫を加えて卵をプルップルの状態で食べるっていうね、親子丼をいつも作ってるんですけど、それをご紹介したいと思います。じゃあ早速作っていきますね。材料ですが、まず鶏もも肉、それから玉ねぎ、卵、お水、今日はめんつゆを使います。それからみりん、砂糖、それから片栗粉ですね。この片栗粉でとろみをつけてから、卵を溶き卵を流すとちょっとふんわりとプルプルの状態で美味しいね親子丼できるんで、やってみてもらいたいですね。で今日はめんつゆ使うんですけど、めんつゆだけだとちょっと甘さが足りないんですね。で親子丼ってちょっと甘めの方が美味しいので、なのでめんつゆ使うんですけどみりんと砂糖を加えてるっていう感じですね。めんつゆっていろいろ使えるんですけど、やっぱりその料理によって少しなんていうかな、お醤油足したり塩分足したりみりん足したり少しお酒で割ってみたりっていうようなことをやると、さらにめんつゆが生きてくるんで、そのめんつゆだけじゃないってことを少し覚えておくといいかもしれないですね。まず鶏もも肉ですね。で鶏もも肉切っていくんですけど、もう親子丼なのでちょっと皮だけの部分があるとちょっとなんていうかな、食べた時に油っぽく感じるので、皮が大きい鶏ももあると思うんですよ、こうやって。でこれは切っちゃいます。で気にならない人は一緒に入れてもらってもいいんですけど、僕少し気になるんでちょっとねこれ置いといて、後でカリカリにね焼いてポン酢かけても美味しく食べれますからね。まず縦半分に切り、ただ縦半分にこのように切ったら、こうやってまっすぐおろすとすごく分厚い鶏肉できるので、そうすると火通りに少し時間かかります。で火が通ってないと食べれないので鶏は、なので完全に火通したいのでこれをそぎ切りにします。そうすると縦に切るよりも少し盤面薄くなりますよね。でも肉感はしっかりでサイズもいい感じの状態ですね。でね、皮を必ず下にして切ってくださいね。そうしないとちょっと滑るんで、こうやってもねなかなか切れないんですよ。そうすると滑って手切ったりするので、必ず皮目を下にして切った方が鶏肉は切りやすいですね。胸肉もそうですね。鶏肉切れたらこれちょっと高さのあるで、サイズ的にはこのぐらいがいいと思います。で大きすぎると要はめんつゆとお水割って入れていくんですけど、蒸発量がすごく上がっちゃうんですね。そうすると鶏肉に火が入る前にちょっと濃いめに上がっちゃうので、ちょっと小さめのフライパン使った方が安全ですね。お鍋でもいいんですけど。この中に調味料入れていきます。お水、めんつゆ、お砂糖でみりん入れて、お砂糖入ってるので沸かしてる最中に溶けていくんですけど、ちょっとね、スプーンでも小屋技でもいいんで全体混ぜてお砂糖をさっと溶かして、でこの中に鶏肉を入れていきます。こんな感じですかね。では火をつけます。この沸かしてる間に玉ねぎ切っておきます。あんまり薄くしない方がいいですね。分厚すぎると逆に今度火通りがちょっと浅くなるというか、だから厚さもこのぐらいがちょうどいいかな。ちょっと僕はシャキって残った方が好きなので、このぐらいの厚さに切るんですけど、もうくったくたが好きな人は結構薄めに切って、この鶏を煮るタイミングと一緒のタイミングで玉ねぎ入れると結構くったり感の強い玉ねぎになりますね。で卵もね、
混ぜておきましょうね。で卵もねしっかり混ぜるのと、白身を切らずにこう白身と黄身が溶かれてるんだけど混ざってない状態にすると、火が入った時に白身多めのところ、それから黄身多めのところ当然できるんですけど、そういうのもねちょっと考えながらやると味変わるんですよね、やっぱりね。僕は結構ね白身残すタイプですね。どちらかというと黄身よりも白身の方が好きなんですよ実は。ゆで卵って黄身食べなくてもいいかなと思っちゃうんだよね。マジですか？はい。沸いたんで蓋します。蓋して沸かした状態維持して3分ですね、まずね。なんで白身の方がいいですか？なんで白身の方がいい？いや白身の方が美味しいかな。どちらかというとですよ。でもゆで卵のしっかり火が入ってるやつは白身が断然。しっかり火の入った黄身は確かにちょっとボソボソして。あれだってもう水分泥棒ですもんね。そうですね。口の中のね。うん。目玉焼きでじゃあ黄身なくていいですか？それはダメですね。それはダメです。でもたまに卵かけご飯するときに白身と黄身分けて、白身だけ焼いてご飯とその乗っけて、黄身は生で食べるときある。白身だけ焼く。はい。意外？ちょっと変わってるなと思いまし3分経ちましたね。はい、3分経ったら今しっかり沸いてる状態ですね。ここに玉ねぎです。入れて、ちょっと玉ねぎがしっかり使ってる状態ですね。一回ねを作ってあげると。でさらに蓋して2分ですね。味がボケやすいんですね、ちょっとね。だから、肉をちゃんと火通して煮て、玉ねぎをいい頃合いまで火入れて、やっぱちょっと薄めに仕上がることが多いんですよ。そうするとなんか淡い感じで、なんかそういうの多いですね。特に家庭で作るとやっぱそうなりやすいんで、今日の分量でやってもらって時間守ってもらえば割としっかりした親子丼食べれると思いますね。はい、そしたら2分経ったので今こんな状態ですね。で今玉ねぎ表面火入って、でも多分噛んだらちょっとシャキッと感が残ってるぐらいの状態ですね。で鶏肉にはほぼ火入ってると思います。ほぼっていうか火入ってると思いますね。でこの状態になったら水溶き片栗しっかり溶いて、で合わせていきます。で具材入ってるんで具材の上ばっかりかからないようにちょっと真ん中開けて、ちょっと混ぜられる場所を作ってあげる。こうやってね、こういう感じで、ここに水溶き片栗混ぜながら、そうするとダマになりにくいですね。で真ん中から外側に広げてあげる感じ。そしたらこのようにちょっととろっと今とろみつきましたね。そしたらここに卵ざーっと箸から流すようにかけて火止めます。で蓋して1分。この辺の卵の火の入り具合が結構難しそうな気がしますけど。いやもう今火止めたじゃないですか。だから簡単です。止めちゃえすればいい。硬くなっちゃうとやっぱ美味しくないですね。卵がでほわほわしてるか、老舗とか行くと本当ほぼ生とこれありますよね。そんぐらいの美味しいと思いますけどね。つるっと食べれるっていうか。はい1分経ちましたね。1分だと本当にね今優しく火入ってる状態ですね。表面白い。もうちょっと入れてもいいかな。いやもう気持ちいこう。ちょっとだけ火つけますね。で卵だから自分でコントロールしてもらって1分見て、白身もうちょっと入れたいなって感じだったらもう一回火つけて、でこのままボコボコやっちゃうとまた硬くなっちゃうので、でちょっと沸いたらまた止めてあげて、でまた30秒ぐらい置けばいいですね。好きな卵の火の入り具合を作ってあげるっていうね。だこういうなんか細かいディテールが少し大事かもしれないですね。親子丼とか素朴なだけに。丼ご飯持っときますかね。すげえ大盛り。もうそろそろねいいと思うんで、こんな感じですね。白身にこのぐらい火が入ってるといいですよね。一番僕は好きな。だから盛り付けですね。で盛り付ける時にぐちゃぐちゃ混ぜない。この状態で乗っけてあげた方が美味しそうに見えますね。なのでちょっと大きめのスプーンとか使ってこのままこうスライドさせるように乗せていく。
だいたいこれで2人前ぐらいかな。こんな感じで最後にお好みですけどネギとごまで完成です。やっぱこの卵のねプルプルしてるとこがいいかな。いただきます。うまい。鶏肉は噛めば噛むほど旨味がギュギュ出てくると、でご飯にこのあんが絡んで、そのご飯がまたうまいわけですよ。ね。倉さんは親子丼気になくていいですか？はい。いやだからゆで卵の時だけの話ですよ。あ、そうです。はい。これやばいっしょ、白身だけだったら。勘違いしました。だけどね、親子丼なんかね、簡単そうなんですけど、きちっとその味の濃さとか卵の火入れ、玉ねぎの火入れ、だから時間を守って蓋するとか、そういう細かいことを守っていくと簡単にはできるんですけど、やっぱ適当に作っちゃうと本当になんか淡い味に仕上がっちゃってちょっと満足感のない親子丼になっちゃうので、今日の時間守って分量も同じように作っていただけると美味しくできると思います。ごちそうさまでした。